こんばんは。今回は2026年5月ゴールデンウィークに行ったマレーシアの Vlog です。中東などの世界情勢を受けて飛行機がちゃんと飛んでくれるか不安だったんですが、予定通り出発できそうです。今回お世話になるのはエアアジアです。機内持ち込み手荷物の重量制限7キロをクリアしてから両替です。現地の方が多少レートが良さそうでしたが、マレーシアに到着したらすぐ長距離バスに乗りたいと思っているので、もう羽田で済ませてしまいます。ちなみにこれは両替しすぎで、実際にはこの半分以下の額でも十分でした。窓側のお客様は窓の日よけをお上げください。またシートベルトは深夜便なのでひたすら寝て過ごしました。7時間のフライトを経てクアラルンプール国際空港に到着しました。マレーシアを旅行するときは MDAC という電子入国カードの事前登録が必須です。マレーシア到着の3日前からオンラインで申請可能です。イミグレ自体は秒で通過しました。自動化ゲートにパスポートをセットして顔写真を撮られておしまいでした。クアラルンプールに到着したばかりですが、今日はこれからマラッカというここから150キロくらい離れた町に移動します。今夜はマラッカで一泊して、明日再びクアラルンプールに戻ってきます。その後はクアラルンプールで3泊する予定です。マラッカ行きのバスに乗るためのチケットを購入します。インターネットで事前購入することも可能でしたが、数日前に確認してもまだ席にかなり余裕があったのと、何より何時に入国できるかわからないと思ったので、もう現地で購入することにしました。マラッカセントラルバスターミナル。クレジットカードでお支払いしました。むしろ現金での支払いが不可でした。チケット売り場のすぐ横に待合があって椅子がたくさん並んでます。その前方にあるドアを抜けるとバスステーションがあります。6時11分に飛行機から降りて7時発のバスチケットをゲットできました。私は荷物のピックアップがなくて、お手洗いや水の購入などあらゆることをスキップしてこの時間でした。Where are you going to? Malacca? Seven, yeah? Seven. Same. Okay. I think it's lit. Yeah, I think it's really. 事前情報でバスはあまり時間通りに来ないと聞いていて、実際この時も少しだけ遅れてましたが、同じバスを待っている人たちが近くにいると安心します。とりあえずこれでマラッカには行けそうです。7 o'clock. Yeah. 7 o'clock. 7 o'clock. To Malacca Central, right? Okay, thank you. 車内の座席は1列2列の並びでかなりゆったりした作りでした。足元のスペースにも余裕があり、とても快適でした。ターミナル2の同じバス停から乗ったのは10人くらいで、その後同じ空港のターミナル1から6、7人乗ってきましたが、それでも座席には余裕がありました。定刻7時のバスは結局7時9分に出発しました。車内は冷房が効いてましたが、半袖のまま過ごせるくらいの温度でした。フライトによる寝不足で眠かったし、座席もふかふかで快適でしたが、これから始まるたびにワクワクしてアドレナリンが出すぎてほとんど眠れませんでした。マラッカに到着する直前、頭上の冷房から水がポタポタ落ちてきましたが、あんまり気にしないことにしました。クアラルンプールの空港から2時間半弱でマラッカセントラルバスターミナルに到着しました。ここから観光の中心地まではグラブでタクシーを手配して移動する方が多い印象ですが、私はローカルバスで移動します。この後乗るバスで小さいお金が必要かもと思ったので、あえて現金で水を購入しました。Yeah, you can pay by Visa. Oh, Visa? or Oh, by really? cash. Oh, okay, thank you. Oh, thank you so much. バスはクレカタッチでも現金でも乗れました。乗車時に運賃を支払います。15分ほどバスに揺られてマラッカの観光の中心地に着きました。事前に Google マップで降りるバス停の目星をつけて降車ボタンも押したんですが、うまく降りられず、他の乗客たちが降りたそれらしい場所で一緒に降車しました。最近は友達と一緒に旅することが多かったので、海外一人旅は実に1年半ぶりで結構ドキドキしてます。まずはランチを食べに行きます。Google の口コミが良かったから来てみたんですが、人気店のようです。名前を伝えると15分から20分待ちと言われました。初めて見る街にワクワクが止まりません。ランチの後街歩きをするのがとても楽しみです。マラッカという街は沢木耕太郎さんの深夜特急を読んで以来ずっと頭の片隅にありました。マラッカ海峡に沈む夕日というフレーズが強烈に頭に残ってたので、一泊して夕暮れの時間もマラッカで過ごしたいと考えました。夕日とかにこだわらなければクアラルンプールから日帰りでマラッカを訪れることも可能です。結局10分くらいで名前を呼ばれました。
2階もあって席数が多く回転は早い印象でした。 QR コードを読み取ってスマホから注文するスタイルでした。人気メニューのラクサにします。麺の種類とか辛さとか自分のペースでゆっくり考えることができたので、この注文スタイルは結構良かったです。注文を終えたところで大家族が入ってきて、私の左右のテーブルをくっつける流れになったので、それなら外の空いた席に座ってもいいと聞いて移動させてもらいました。風がとても気持ちよかったです。エビの出汁とスパイスが効いたココナッツミルクのまろやかなカレースープが細い麺によく絡みます。人気メニューというのも納得の美味しさでした。マラッカはマレーシア南西部にある歴史ある港町です。かつてはアジアとヨーロッパを結ぶ貿易の拠点として栄え、多くの国の文化が行き交いました。赤レンガの建物が並ぶ美しい街並みや異なる文化が混ざり合った独特の雰囲気が魅力です。2008年にはユネスコの世界遺産に登録されました。マラッカは様々な民族が暮らす多民族都市でもあります。18世紀に建てられたこのモスクは一般的なイスラム建築とは異なる三角屋根が特徴的です。真剣にお祈りされている方がたくさんおられたので、ここは外観観光だけで次に行きます。こちらも18世紀に建てられたモスクです。パゴダ風のミナレットに瓦を敷き詰めた三段屋根と、こちらも多文化が反映されたデザインになっています。日本から持参したスカーフで髪の毛を覆って中に入れてもらいました。トルコ、ウズベキスタンで様々なモスクを観光した後なので、ミフラーブもメッカの方を向いてるんだろうなとか、ここでも1日5回のお祈りの時間が示されてるんだなとか、少しわかることがあって面白かったです。チェンフー店はマレーシアで現存する最古の中国寺院です。航海や漁業の守り神であるマソが祀られているのが港町らしいなと思います。仏教、儒教、道教の3つの教えを1つの寺院で祀っていることでも知られていて、今でも多くの参拝者が訪れます。ジョンカーストリートにはお土産屋さんやグルメのお店が立ち並び、多くの人で賑わいます。ナイトマーケットが人気らしいので、夜時間があれば戻ってきたいと思います。とりあえず暑すぎて水を購入しました。5月のマレーシアかなり暑くて汗が止まりません。次はいよいよマラッカのアイコン的スポットに向かいます。鮮やかな赤レンガが印象的なオランダ広場です。まるでヨーロッパのどこかに迷い込んだかのような雰囲気があります。マラッカはポルトガル、オランダ、イギリスの統治を受けた歴史があり、街には今もその面影が残っています。アクティビティの一環としてキャラクターで派手に装飾された人力車が音楽を鳴らしながら街を走るというのがあるんですが、個人的には歴史ある街並みをもう少し静かに楽しみたいなと思ったので、明日の朝早くまたここに戻ってきてみようと思います。マラッカキリスト教会はプロテスタント系なので、装飾が極力抑えられたシンプルな空間が特徴です。マリア像などの偶像はなく、祭壇にはシンプルな十字架と最後の晩餐の絵があるくらいです。オランダ広場にあるスタダイスは、かつては行政庁舎としてマラッカの政治を担っていましたが、現在は歴史博物館として公開されています。スタダイスの展示品はかなり多岐にわたります。歴史解説も広い範囲を網羅していて、じっくり見ていたらとてもじゃないけど時間が足りませんでした。かなり急ぎ足で見学しても1時間くらいかかりました。マラッカが様々な国の支配を受け、その度に異なる文化が取り入れられて、独自の文化が育まれてきた過程を知ることができます。中学生の頃、切手集めにハマっていた時期があったので、個人的に切手の展示は興味津々でした。セントフランシス・ザビエル教会は閉まっていて、中を見学することはできませんでしたが、見たかった像は外にありました。右はフランシスコ・ザビエルで、左はザビエルが日本でキリスト教の布教をするきっかけになったと言われている矢次郎という人物です。
次は歩いて丘の上に登ってみます。さっき見学したスタダイスの裏から道がつながってます。丘の上にあるのはセントポール教会です。ポルトガル統治時代に建てられた歴史ある教会です。イギリス統治時代には火薬庫として利用され、長年の雨風による劣化もあり、現在では屋根のない教会として知られています。正面の像はフランシスコ・ザビエルです。ザビエルが中国で亡くなった後、遺体がマラッカに運ばれ、約9ヶ月間この教会に安置されていたそうです。これがザビエルが所属したイエズス会の紋章です。セントポール教会は丘の上にあるので、マラッカの街並みを一望できる絶景スポットとしても人気です。ここは結構混雑してました。マラッカはクアラルンプールから日帰り観光する人も多いので、朝晩はそうでもないですが、日中は観光客がかなり多かったです。飲食店やお土産屋さんも賑わっていて活気がありました。丘から降りるんですが、今度はさっきのスタダイスとは反対の方向に行ってみます。ここにはポルトガルが築いた要塞があります。さっき登った丘をぐるっと取り囲むようにして建てられてたようですが、現在ではごく一部しか残ってません。この要塞のすぐ近くにアイラブマラッカのモニュメントがあり、フォトスポットとして人気があります。要塞から歩いてすぐのマラッカスルタンパレスに行ってみます。15世紀に栄えたマラッカ王国の王宮を当時の文献をもとに復元した木造建築です。館内は博物館になっていて、当時の王族の衣装、武器などが展示されています。マレー文化において黄色は王族やスルタンだけが使うことを許された特別な色で、権威や王権の象徴とされていたようです。マラッカが交易都市として繁栄した時代の歴史も学ぶことができます。この建物の周りや目の前の公園には東南アジアらしいお花がたくさん植えられていました。歩いてホテルに向かいます。チェックインできる時間を過ぎていたので、一度部屋に入り少し休憩しました。この後はマラッカ海峡モスクに行きます。片道徒歩30分ということで私は歩きましたが、タクシーでアクセスするのがおすすめです。理由としては、途中大きな道路をタイミングを見極めて渡らないといけないのと、モスク周辺に野良犬が何匹もいて少しヒヤヒヤしたからです。沢木幸太郎さんの深夜特急に、マラッカ海峡に沈む夕日はとてつもなく大きく赤いと聞いたことがあったという一文があって、それがずっと印象に残っていたので、マラッカ海峡には夕暮れ時に来ようと決めてました。モスクに入れる時間は限られてます。このモスクでは特に女性に対する服装チェックがとても厳しかったです。私が見る限りほとんどの人が服装チェックに引っかかって衣装をレンタルしてました。2026年5月時点での話ですが、ローブやスカーフのレンタル料は現金でしか支払えなかったので要注意です。モスクの中を観光しているうちにかなり曇ってきてしまったので、海沿いで夕日を待つプランはやめて、観光の中心エリアに戻ることにします。突然スコールみたいな雨が降ってきたので急いでホテルに戻ります。ホテルで少しゆっくりした後は夕日鑑賞のため再び丘に戻ってきました。昼間は混雑していたセントポール教会も時間的理由なのか天候的理由なのか閑散としていました。肝心の夕日はというと、今日は思いのほか雲が多くて、雲の切れ間に差し掛かると明るく輝くという感じでした。まん丸に大きく見えるわけではありませんでしたが、マラッカという地で夕日を眺めるという経験ができて大満足です。丘まで来たついでに夜のマラッカを少し散策します。昼間ほどではありませんが、夜のマラッカにも観光客の姿がちらほら見られます。歴史ある街並みが優しくライトアップされ、時間がゆっくり流れていくような心地いい雰囲気でした。夕食を食べに行きます。せっかくならマラッカ名物のニョニャ料理が食べたいと思い、ホテルから比較的近いこのレストランを選びました。ニョニャ料理は中国とマレーの文化が融合して生まれたマラッカを代表する伝統料理です。店員さんに人気メニューを聞いて注文しました。このナスの料理がめちゃくちゃ美味しかったです。卵は塩気がだいぶ強かったです。
これは鶏肉が煮込まれてるんですが、肉じゃがをさらにこってりさせたような味付けで美味しかったです。お米はアジサイみたいな色でびっくりしましたが、味は普通でした。S、M、L とサイズを選べるのが一人旅にぴったりでした。少し明るくなるのを待ってからホテルを出発しました。もうすぐ日の出の時間なんですが、散歩している方がちらほらいて危ない雰囲気は全然ありませんでした。今日はこれから長距離バスでクアラルンプールに戻るんですが、朝の静かな雰囲気の中、マラッカをもう少しだけ散策することにします。スタダイスの建物には営業時間外でも入れる展望台みたいな場所があって、オランダ広場を上から眺めることができます。マラッカの世界遺産エリアでは主要観光スポットがコンパクトにまとまっています。公共交通機関を使わなくとも街歩きをしながら効率よく観光できる街だと思います。とはいえ個人的には本当はまだ行きたかったスポットがいくらか残っているので、せめて外観だけでもということでマラッカの街並みを見て回ります。マラッカ観光を終えて市バスに乗ります。クーラーガンガンで気持ちよくてもうしばらく乗っていたかったですが、マラッカセントラルバスターミナルに到着です。チケット売り場でクアラルンプール行きのチケットを購入しました。 8:30, okay. Oh, what is the difference? Oh, the company bus. price? A company, okay. I don't know which one is good. How many person? Only one for me. Yeah. 所要時間は変わらないけど、バス会社の選択肢が複数あるよと言われました。どれがいいかわからないと伝えると、KPB というバス会社が最近2階建てのプレミアムバスを導入して、綺麗だし、座席も広いしおすすめと教えてもらって、それにしました。チケット購入時はモニターを一緒に見ながら座席を選べました。決済の時もモニターに金額が表示されて安心感がありました。待合室エリアに入るには QR コードが必要です。待合室は座席数が多く、クーラーもしっかり効いていて快適でした。待合室からガラス越しにバス乗り場が見えるので、みんなギリギリまで待合室にいるという感じでした。バスが10分ほど遅延しましたが、表示があるので状況がわかりやすくて良かったです。バスの乗り心地は最高でした。足元が広くフットレストがついてました。リクライニングがかなり倒れるので爆睡してる人もいました。車内で充電できるんですが、タイプ A にもタイプ C にも対応してました。クアラルンプールとマラッカの間を走る高速バスは結構スピードが出るという口コミをいくつか見かけたんですが、私が乗ったバスは往路復路ともに安全運転でした。クアラルンプールに到着しました。まずはクアラルンプール観光に便利なタッチ&ゴーという交通系 IC カードをゲットしに行きます。I'd like to buy Touch and Go card. Sold out. Where should I go? Other station. マラッカからのバスが到着した場所から近い駅の改札でタッチ&ゴーを購入したいと伝えると、もう売り切れちゃったと言われました。もしかすると他の駅の改札にはまだタッチ&ゴーが残ってるかもしれませんが、万が一売り切れだった場合二度手間になっちゃうので、ここはもう確実に購入できる場所へ行くことにします。KL セントラル駅に移動します。改札を出て左側にあるエスカレーターを利用し、ニューセントラルの中に入ります。レベル2と表示されているフロアにタッチ&ゴーのお店があります。対人でカードを購入できるので、疑問点なども聞くことができてありがたかったです。カード購入時にチャージもしてもらいました。残高をチャージすることをトップアップって言うんですが、トップアップだけなら駅の改札とかコンビニとかいろんなとこで対応しているそうです。私は今回のクアラルンプール旅ではタクシーを利用せず、すべて電車かバスで回る予定なので、タッチ&ゴーを無事ゲットできて一安心です。電車に乗るたびに都度1回券を購入するのは面倒だし、一部のバスではタッチ&ゴーがないと乗れないと聞いたので、個人的には必須でした。購入したタッチ&ゴーはすぐ使えるということで、早速使ってみたいと思います。改札でタッチ&ゴーをタッチすると残高が表示されました。ホテルに移動します。駅の乗り場からは早速ムルデカ118が見えてテンションが上がります。今日の午前中までいたマラッカとは雰囲気が全然違って、クアラルンプールはさすが首都という感じで都会的な面があります。ホ
テルのフロントで荷物を預かってもらって昼ご飯を食べにチャイナタウンに行きます。100年以上の歴史を持つ老舗で名物はホッケンミーです。濃厚な甘辛い醤油だれで炒めたもちもちの太麺はクアラルンプール名物の一つとしてとても人気があります。近くの席の人が M サイズを食べていて結構大きく見えたので私は S サイズにしました。香ばしい風味があって美味しかったです。ランチの後はその高さに惹かれてムルデカ118の近くまで歩いて行ってみたんですが、展望台などはまだ一般公開されていないということが分かり、次の観光地に向かうことにします。ここはかつて汚染が進んでいた川の再生を目的に整備されたウォーターフロントです。クアラルンプール発祥の地とも言われていて、この場所を中心に街が発展していったそうです。クアラルンプールの街並みを楽しみながら歩き、ムルデカ広場に到着しました。ムルデカとはマレー語で独立を意味します。1957年8月31日、マレーシアがイギリスから独立した時、この場所でイギリス国旗が下ろされ、初めてマレーシアの国旗が掲揚されました。マレーシアの独立を象徴する歴史的にとても重要な場所です。ムルデカ広場のすぐ近くにあるセントマリー聖堂は、イギリス統治時代に建てられた歴史ある教会で、レトロなレンガ屋根が特徴的です。このパイプオルガンは修復を重ねながら今でも美しい音色を奏でるそうです。ムルデカ広場の正面にあるスルタン・アブドゥル・サマドビルは1897年に完成したクアラルンプールを代表する歴史的建造物です。赤レンガの外壁に白い漆喰のラインが映えるデザインです。馬蹄形のアーチや玉ねぎ型のドームが印象的で、西洋建築とイスラム建築が美しく融合したデザインです。敷地内に入り、中庭で写真を撮ったり、建物内の廊下や階段を歩いたりするのは無料で、特に予約やチケットは必要ありません。この4つの展示を見たい場合は、チケットの購入が必要です。チケット代は40リンギットですが、お土産屋さんで使える10リンギット分のバウチャーがもらえるので、ちょっとお得感があります。ここの支払いは原則現金不可でした。マレーシアではキャッシュレス化がかなり進んでいます。支払いはクレカのみ、現金の方がむしろ使えないという場所もいくつかありました。4つの展示を全部回るのに必要な時間は1時間くらいと説明を受けましたが、1のマレーシアの変遷に関する展示部分にどれだけ時間を割くかで変わってくると思います。2、3、4の部屋は誰が回ってもそれほど所要時間に大差ないと思います。まだツインタワーとか実際に見てないんですが、クアラルンプールのアイコン的建物のジオラマを見て、これからの旅がさらに楽しみになりました。4の部屋ではヨギボーみたいなソファーに座って、オランウータンがマレーシアの自然について話してくれるのを聞けます。時間は10分弱だったと思います。3の部屋ではマレーシアらしいデザインの展示を見ることができました。バルコニーに出るとムルデカ広場が見えます。この建物はデザインがとても素敵なので、廊下を歩くだけでもテンションが上がりました。チケット購入時にもらったバウチャーがあるので、いいものがあったら自分へのお土産を買いたいなと思ってショップに立ち寄りました。かわいいポーチをゲットしました。歴史あるモスクが近くにあるということで来てみました。本当は中を見学したかったんですが、今日はイレギュラーなクローズということで、しょうがないので、少し離れた場所から建物の外観を見学します。クラン川を挟んだこの場所が写真を撮るのにおすすめです。喉が渇いたので近くにあるセブンに立ち寄ったら水が一本もないと言われて、そんなこともあるんだなと意外でした。今日も今日とて夕方にスコールが降りましたが、すぐに止みました。東南アジアらしい天気だなと思います。こちらは19世紀に建てられた歴史ある中国寺院です。赤い柱や提灯など中国伝統建築ならではの華やかなデザインが目を引きます。境内にはたくさんの線香が立ち上り、厳かな雰囲気が漂ってました。現在も多くの人が参拝に訪れる地元で大切にされている寺院だそうです。ホテルにチェックインできる時間になったので一度ホテルに戻ります。セントラルマーケットというショッピングモールやチャイナタウンが近くて、郊外の観光や空港に行くにもアクセスが良く、立地抜群のホテルでした。次はブキ・ビンタンというクアラルンプールを代表する繁華街に行ってみます。
ョッピングモールやレストラン、カフェが集まる人気のエリアです。大きなショッピングモールが立ち並び、食事や買い物には困りません。2023年にオープンしたザ・エクスチェンジ TRX には TRX シティパークという屋上公園があります。遊歩道や芝生が整備されていて、高層ビルに囲まれながらも緑を感じられるスポットです。ショッピングの合間にのんびり過ごせます。夕食のためにレベル C に降ります。Google マップでレストランの場所を調べたとき、アドレスのところに書いてある C の意味が分かりませんでしたが、建物の何階にあるかという階数でした。最初に立ち寄ったパビリオンというショッピングモールと比べると、TRX はそれほど混雑してなくて、有名レストランにもすんなり入れました。自分のスマホで QR コードを読み取って注文するスタイルでした。店員さんに人気メニューを聞いたら、昔から定番の梨レマもおすすめだけど、最近は梨ぼじゃりの方が注文数が圧倒的に多くて人気ということだったので、これを食べてみることにしました。注文画面はとてもわかりやすく、操作もしやすかったです。鶏肉は皮がパリパリで中はしっとり、牛肉は濃厚な味付けで食感は柔らかく、エビには柑橘系の甘酸っぱい味がついてました。どれも日本ではあまり食べることがない異国感のある味付けでしたが、癖や刺激が少なく、日本人にとって食べやすいんじゃないかなと思います。全部味付けが違うのに、どれも美味しくて大満足でした。あと、このジュースがさっぱりしていて甘みもあってめちゃくちゃ美味しかったです。食事を終えて外に出るとだいぶ暗くなってました。人通りが多く、一人で歩いても全然危ない感じはありませんでした。パビリオンというクアラルンプール最大級のショッピングセンターに来ました。食料品売り場がかなり充実していて、お土産に良さそうなものや日本食までありました。が、あんまりゆっくり買い物を楽しむタイプではないので、水だけ買ったらスタコラホテルに帰りました。ホテルから歩いて行ける範囲で夜のクアラルンプールの街を見に行きます。昼間見つけることができなかったアイラブクアラルンプールのモニュメントはムルデカ広場のすぐ近くにありました。暗すぎるのでまた明るい時間にリベンジします。昼間観光したスルタン・アブドゥル・サマドビルはとても綺麗に品よくライトアップされてました。ホップオンホップオフバスがひっきりなしに来ていて、やっぱりこの辺りはクアラルンプールの人気スポットなんだなと思いました。リバーオブライフはなんだか幻想的な雰囲気でした。ホテルから近い場所にセントラルマーケットというショッピングモールがあります。さっきブキビンタンで言ったザ・エクスチェンジ TRX やパビリオンの規模には及びませんが、買い物にあまり時間をかけない私にとっては、むしろセントラルマーケットの方がコンパクトにまとまっていて買い物しやすかったです。実は明るい時間帯にもここに来たんですが、かなり混雑していたので夜の遅い時間にもう一度来てみました。一部のお店は夜遅くなると閉まっちゃいますが、ほとんどのお店は22時まで開いているので便利です。可愛い雑貨やファッション小物がたくさん並んでいます。食料品コーナーも充実していて、お土産の選択肢もたくさんあります。このチョコレートはマレーシア定番のお土産なんですが、中が一つずつ個包装になっているので、職場などに持っていきやすいと思います。ホテルに帰ってきました。ドリアンとマンゴスチンダメですよっていうのがマレーシアらしいなと思います。ホテルで朝食をサクッと済ませたら、今日は電車に乗ってまずはバトゥー洞窟に行きます。クアラルンプールの渋滞事情にビビってるんですが、早朝だとさすがに流れてるみたいですね。クアラルンプール駅までは歩いてアクセスします。すでにバトゥー洞窟という案内があるので、それに従ってプラットフォーム2に向かいます。車内案内がきちんとあるのでとてもわかりやすいです。ちなみに車内はガラガラで、一つの車両に2人3人乗ってるくらいです。外を見るとクアラルンプールに向かう道はすでにかなり渋滞してました。ピンクモスクやブルーモスクに行くときは渋滞事情も考慮しないとなと思いました。終点で降りたらバトゥー洞窟は歩いて5分くらいです。
手前にある建物の観光は後回しにして、とりあえずメインどころを見て回ります。バトゥー洞窟のメインの寺院へは272段のカラフルな階段を上ります。もともとはグレー一色のシンプルな階段だったらしいんですが、2018年にカラフルに塗り替えられたそうです。歴史ある寺院の景観を変えてしまうと反対の声もありましたが、結果として観光客が大幅に増えたという面もあり、現在ではバトゥー洞窟の象徴的な景色として世界中に知られています。バトゥー洞窟の入り口に立つ大きな金色の像はヒンドゥー教の神ムルガンです。ムルガンは戦いと勝利の神で、手に持っている槍は悪を打ち破る神聖な武器です。階段を上がるにつれて眺めが良くなります。この階段きついかなと思いましたが、普段登山してても登りは強い方なので結構サクッと登れました。階段を登り切った先には巨大な石灰岩の洞窟とヒンドゥー教寺院が待ってます。観光地として人気のバトゥー洞窟ですが、ヒンドゥー教徒の方々にとっては大切な聖地です。今も多くの方が真剣に祈りを捧げる信仰の場でもあります。観光客がアクセスできる範囲で一番奥まで行ってみました。私は無宗教ですが、この場所に流れる厳かな雰囲気や自然が生み出した巨大な洞窟には心を動かされました。カラフルな階段を降りて、次は周りの建物を見学します。建物の中は土足禁止です。靴を置いておくスペースはありますが、必ずしも同じところから出入りするとは限らないのと、靴がなくならないように袋を持っていくと便利かなと思います。最初に入った建物の中で、おいでおいでってされて、額にピッと赤い印をつけられました。ティラカとかティカっていうらしいです。郷に行っては郷に従えってことで、バトゥー洞窟を観光する間はずっとつけっぱなしにしておきました。カラフルな階段に向かって右側の建物にも入ってみます。どの建物でもみんな好意的で、どうぞどうぞ入ってって感じでした。駅に戻る途中にある建物の中も見学させてもらいました。最後に駅からすぐ近くの洞窟にも立ち寄ってみました。さっきのカラフルな階段とか、その周りの建物に入るのは無料でしたが、この洞窟は有料でした。現金でもクレジットでも支払えますが、現金の場合お釣りはないよと言われました。こちらは完全に観光地らしい展示という感じですが、階段を登った先にある空間は神聖な感じがしました。今回のクアラルンプール観光では、ツインタワーとかチャイナタウンとか中心地にある観光スポット以外に、バトゥー洞窟、ピンクモスク、ブルーモスクに訪れたいと思います。今日のうちに2つ済ませておかないと余裕がなくなるので、今日はこれからピンクモスクに移動することにします。バトゥー洞窟発の電車は1時間に1本とか2本で運行頻度がそれほど高くないので、乗りたい電車を逃さないように駅に戻ってきました。クアラルンプール中心部の渋滞を避けるため、なるべく遠くまで電車で移動し、郊外でバスに乗り換える作戦です。私は Google マップに提案されたアクセス方法を選択したんですが、この方法全くお勧めしません。スンガイベシという駅まで電車で移動し、バスに乗り換えるんですが、この TR トラベル T523 というバスに乗るのが難易度が高すぎます。まず乗り場の場所が分かりにくいし、乗り場には時刻表などの案内がありません。Grey. Gray. Yeah. Gray. Okay. You see already? Yeah, I every day working. I know the bus all. Okay. Oh, that one? Yeah, the grey color. Thank you so much. Okay. I really appreciate You from Japan? Japan. Arigato. Arigato. And I need to cash, right? I need cash. Okay. 私の場合はバス停の近くで働いていたお兄さんが、バスの車体はグレーだよ、次の便はまだ来てないよ、運賃は現金でしか支払えないよといろいろ教えてくれたので、とてもラッキーでした。バスにはローカルな人しか乗ってなくて、バスとタクシーの間みたいなスタイルでした。バス停じゃないところで人を拾ったり、逆に乗客の都合のいいとこで降ろしてあげたりしてました。昨日タッチ&ゴーを購入した時、窓口のお姉さんがクアラルンプールの全公共交通機関が対象って言ってたけど、このバスをカウントしてないのが面白いなと気づきました。つまりこの路線に観光客が乗ることは想定してないんだなと思いました。運賃激安なのでローカル密着型の旅がしたい方にはおすすめです。
ちなみにこのバスセントラルマーケットの近くからやってくるので、もしかするとその辺りにはもっとわかりやすいバス停もあるのかもしれないです。モスクに入るため髪を覆うストールを持参してたんですが、ちょっとサイズが小さいかなと言われたので、まずはローブを借ります。ローブのレンタルは無料でした。その後は靴を脱いで観光します。この日のクアラルンプールはとても暑くて、靴下を履いていても床から熱が伝わってくる勢いだったので、裸足で行くと足の裏が大変なことになりそうです。正式名称はプトラモスクですが、外壁にピンクの花崗岩がふんだんに使用されていて、内装もピンクで統一されているので、通称ピンクモスクと呼ばれています。イスタンブールで見たアヤソフィアとかブルーモスクと比べると、なんか随分と新しく現代的な雰囲気のモスクだなと感じたんですが、それもそのはずで1999年に完成したモスクなんだそうです。ドーム型の屋根とか高いミナレットとかイスラム建築の伝統を取り入れながらもとても華やかなデザインでした。ピンクモスクは観光客がとても多くて、日本語もたくさん聞こえてきました。ピンクモスクを観光した後は歩いて20分くらいの距離にあるモロッカンパビリオンを見に来ました。私はまだモロッコに行ったことがなくて、モロッコ建築ってどんな感じなんだろうと興味があったので寄り道です。馬蹄形のアーチや細かい幾何学模様のタイル装飾、繊細な彫刻が特徴的で異国の宮殿っぽい雰囲気があります。マレーシアの建築とはまた違う世界観を楽しめました。中庭の奥に見える扉が開いているときは中を見学できるそうですが、たまたま居合わせた他のツアーのガイドさんの話によると、ここ最近はずっと閉まってるそうです。歩いてピンクモスクに戻ります。ここまで乗ってきた例のローカルバスで中心地に帰ろうかなと思ったんですが、インフォメーションセンターの方がバスはなかなか時間通りに来ない。ラッキーだったら予定より早く来るし、アンラッキーだったら遅く来るって言ってて、少し待ったんですが、もう拉致が開かないなと思って別のルートで帰ることにしました。実はこの橋の上は水面に浮かぶ美しいピンクモスクの全景を撮影できる絶好のビュースポットでもあります。市バスで電車の駅まで移動して、電車で中心地に戻ります。市バスではタッチ&ゴーが使えました。I like to top up this one. How much do I have? At 7 ringgit. 7 ringgit? So 10? 10. But what is the minimum? 10 ringgit. 10 is minimum? Yeah. Okay, so 10. Alright. Thank you. Okay, thank you so much. 明日ブルーモスクに行くのにタッチ&ゴーの残高が不安だったので、駅の窓口で10リンギットトップアップしました。この電車は10分おきの運行なのでとても便利です。車内はクーラーがガンガン効いていて生き返りました。次はいよいよクアラルンプールといえばのツインタワーを見に行きます。駅に案内があったので、どの出口から出たらいいかは分かりやすかったです。ツインタワーが見えた瞬間はとてもテンションが上がりました。ツインタワーに登るチケットは日本から予約済みです。チケットは日時指定なので上に登るのは明日にお預けなんですが、今日は外観を見に行きます。お腹ペコペコなのでまずは食事にします。ツインタワーの地下2階から地下5階を占める巨大ショッピングモールがスリア KLCC なんですが、この中に昨日別の場所で行ったマダムクワンズが入ってます。基本的に旅行中はいろんなお店を試したいので、同じお店をリピートすることは普段ほぼないんですが、ここのナシレマをどうしても食べてみたくて、2日連続マダムクワンズでの夕食です。チキンは昨日の骨付きの方が柔らかかったですが、ナシレマはソースがとても美味しかったです。添えてある野菜は甘酢漬けみたいな感じでした。昨日のナシボジャリと今日のナシレマ、どっちがもう一度食べれますよと言われたら、私はナシボジャリを選びます。チェンドルというかき氷みたいなデザートを食べてみたくて、これも注文しました。上に乗ってるのはドリアンです。ドリアンはありなし選べます。追加料金を払えばドリアンの増量もできます。QR コードを読み取って自分のスマホから注文するとき、デザートは後から持ってきてほしいというリクエストを出せます。かき氷が運ばれてきた瞬間からドリアンの匂いがふわっとして、やっぱり独特な匂いだなと思いましたが、実際に食べてみると普通に美味しかったです。昼食でも夕食でもない中途半端な時間にレストランに入りましたが、席は7割くらい埋まっていて、やっぱり人気のお店なんだなと思いました。夕食後は外に出て真下からツインタワーを見上げます。
ペトロナスツインタワーは高さ約452メートル、88階建てのクアラルンプールを代表するランドマークです。2つの塔はスカイブリッジでつながっていて、明日はあの部分に登ります。近代的でシャープな外観がとても美しいです。このツインタワーを少し離れた高い場所からじっくり見たいなと思い、KL タワーに登ることにしました。ちょうどいい電車やバスでのアクセス方法がなかったので歩いて向かいます。片道30分くらいかかります。KL タワーの高さは421メートルと建物単体の高さはツインタワーより少し低いんですが、タワーが標高94メートルの丘の上に立っているので、海抜からの高さは515メートルになるんだそうです。KL タワーのチケットは3種類あって、私はスカイテラスにもオブザベーションデックにもアクセスできるコンボチケットを選択しました。エレベーターに乗る前に簡単な荷物チェックがあります。コンボチケットを購入すると最初にスカイテラスに案内されます。オブザベーションデックのみのチケットを購入した方たちも同じエレベーターを利用するので、エレベーターを降りた後にももう一度 QR コードが必要になります。購入したチケットをなくさないように要注意です。スカイテラスは屋外なので工夫して撮影すればガラスの反射を避けることができます。ただし天候が悪くなるとスカイテラスはクローズしてしまって立ち入り禁止となるので、スコールが来そうなタイミングとかは本当にスカイテラスのチケットを購入するべきかどうか考える必要があります。私が行った時は雨はまだ降ってなかったんですが、その後天気が崩れる予報でした。チケットを購入する時に返金不可だからねって念押しされて、チケットにも返金不可のハンコをされました。スカイデッキを360度ぐるっと歩いてクアラルンプールの代表的なスポットを解説とともに眺めていきます。スカイデッキにはスカイボックスという名前のガラス張りの写真映えスポットがあります。この中に入るには追加料金が必要です。1人当たり10リンギットで持ち時間は45秒です。支払いは現金不可です。希望すればスタッフさんがカメラのシャッターを押してくれます。10リンギットはこのボックスの中に入るための金額なので、ボックスから外の景色を撮影したい人も自撮りでいいやって人も同額の料金がかかります。持ち時間の45秒はタイマーを使って測っていてかなり厳格でした。もともとケールタワーにはこの旅行中に登れたらいいやくらいの軽いテンションだったんですが、ここまで来ると欲が出るもんで、このままライトアップが始まるまで待ちたいと思います。世界のタワーを集めた展示の中には東京タワーもあったし、この前見たばっかりのウズベキスタンのタシュケントタワーもありました。雨が降りそうですが、なんとか持ちこたえてくれています。ライトアップの時間が近づいてきて、だんだん人が増えてきました。とはいえ、全然ぎゅうぎゅうな感じはなくて快適に過ごせました。ツインタワーのよく見える場所で待機している人が多いです。夜景を楽しんでたらついに雨が降ってきたので、このタイミングで屋内のオブザベーションデックに移動しました。スカイテラスとオブザベーションデックは原則行き来できないので、スカイテラスを楽しみ切った後にオブザベーションデックに移動するという流れになります。オブザベーションデックはガラス越しにクアラルンプールの街並みを楽しむ設計で、特に夜は綺麗に撮影するのが難しいかなという印象でした。ガラスが斜めになっているところはいろんなものが反射しますし、垂直になっているところはみんながスマホを押し付けて撮影するので指紋がペタペタついてます。オブザベーションデックは悪天候でも閉鎖しないことがメリットです。あと、高い場所が苦手な方があえてこちらを選ぶことがあるようです。が、個人的には天候が安定しているタイミングならスカイデッキだけでもいいのかなと思いました。ケールタワーは人がそれほど多くなくゆったりと過ごすことができて、クアラルンプールらしい夜景も見れたので大満足です。歩いてツインタワーに戻ります。タイミングよく噴水ショーが始まりました。ツインタワーのライトアップが美しすぎます。この辺りで噴水ショーを見るならツインタワーが後ろに見えるこっち側一択だろうと自分の中では思ってましたが、実際にはツインタワー側に待機している人の方が多くて、これは結構意外でした。電車でホテルに帰ります。滞在しているホテルはツインタワーからも電車1本という好立地です。今日も京都で早起きしてホテルの朝ごはんをサクッと食べたら、今日はブルーモスクに行きます。ホテルのすぐ近くから出るバスが乗り換えなしでブルーモスクの近くまで行ってくれます。バス停の表示は分かりやすくてすぐに乗り場を見つけることができました。このバスはタッチ&ゴーで乗ります。車内に観光客の姿はなく、またまたローカルの方たちと一緒にバスに揺られてブルーモスクを目指します。途中少しだけ渋滞しましたが、ほぼ定刻通りの運行でした。バスに乗った時間は1時間くらいでした。バス停から10分ほど歩くとブルーモスクが見えてきます。今日は雲が多くて昨日と比べるとかなり涼しいです。正式名称はスルタン・サラフディン・アブドゥル・アジズモスクで、マレーシア最大級のモスクです。
青いドームと白い外壁のコントラストが美しく、イスラム建築の伝統的なデザインと現代的なスケール感が融合したモスクです。工事している箇所があったので、もしかして今日見学できないと少し心配になったんですが、実際のところ観光には影響ありませんでした。2026年5月時点で Google マップの営業時間は8時半からとなってましたが、観光客が中に入れるのは9時からとのことでした。ブルーモスクの中は個人で勝手に見て回ることができず、ガイドさんが案内してくれます。ガイドさんを待つ場所でローブを借ります。ローブのレンタルもブルーモスクへの入場も無料でした。ブルーモスクのツアーはある程度の人数が揃ってからの出発となるので、タイミングによっては15分ほど待つことになるそうです。ピンクモスク同様、ブルーモスクも日本人観光客が多いです。ツアーの参加者は4組7名でしたが、全員日本人でした。ガイドさんの解説はとてもわかりやすかったです。イスラム教やモスクに関する知識を教えてくれたり、お祈りの仕方を目の前で実演してくれたりしました。最近、トルコとかウズベキスタンとかイスラム圏を旅する機会が続いたので、その時に見聞きしたことと合わせて理解が深まりました。観光の途中、3、4カ所でグループごとの写真を撮ってくれました。ガイドさんの言葉の中で特に印象に残ったのは、自分の命や日常のすべては神様から与えられたもので、そのことに感謝するために1日5回のお祈りをするのはむしろ足りないくらいだと話されていたことです。ツアーの時間は40分くらいでした。バスでクアラルンプールの中心地に帰りたいと思いますが、さてこのバス停で合っているのか、バスがちゃんと来るのか確信が持てません。今朝乗った750番のバスに乗りたいんですが、バス停には750番の表示がないんですよね。で、もう周りに人がいなかったのでどうしようもなくて、先に来た752番のバスを止めて運転手さんに確認しました。この路線も結構ハードルが高いと思うので、あんまりお勧めしません。どの辺りから渋滞にはまるかヒヤヒヤしてたんですが、全くと言っていいくらい渋滞はなくてとても順調でした。クアラルンプール駅はイギリス統治時代に建てられた歴史的な駅で、イスラム建築を取り入れた美しい外観が特徴です。KL セントラル駅が開業するまでは、この駅がクアラルンプールの鉄道の中心的存在だったそうです。クアラルンプール駅から徒歩圏内にあるモスクに行きます。マスジッドネガラはクアラルンプールを代表する国立モスクで、独立を記念して建てられました。ここでもローブを借りました。ローブのレンタル代もモスクへの入場も無料です。途中観光客が入れない時間帯があるので要注意です。この順路に従って見学していきます。近代的なデザインで星型の屋根が印象的です。最大1万5000人を収容できるとても大きなモスクです。イスラム建築らしい繊細な装飾が美しいです。敷地内からはムルデカ118が綺麗に見えます。滞在時間は30分くらいでした。次はランチを食べに行きます。チャイナタウンにあるお店です。アサリ麺が名物のミシュランのビブグルマン掲載のお店です。注文は席に置かれた QR コードを読み取ってスマホから行います。見ての通り、アサリたっぷりでとても美味しかったです。事前に聞いていた通り、塩分は結構強めでしたが、暑くて汗をたくさんかくので、体がミネラルを欲していたなと思います。明日にはもう帰国するので、このタイミングでセントラルマーケットに立ち寄ってお土産を購入します。やっぱり雑貨が可愛くて、自分用のお土産を結構悩んでしまいました。この暑さでチョコレートが溶けるのが怖いので、買ったお土産は持ち歩かず、一旦ホテルに置きに帰ります。雨が降ってきました。今日はこの後ツインタワーに登る予定があるので、降るなら早めに降り終わってほしいところです。ツインタワーに向かってますが、その途中で立ち寄ってみたい場所があるので、昨日とは違う駅から歩いてます。正式名称はマレーシアツーリズムセンターというそうですが、マティックという観光施設にやってきました。スタッフさんが今ちょうどダンスショーをやってるよと教えてくれて、途中からでしたが入場できました。途中退出も OK と確認してから入ったんですが、いろいろな伝統的音楽や衣装を見せてくれたり、マレーシアの綺麗な映像も流れたりして、期待をはるかに超えて楽しめました。
局途中退出はせず45分くらい楽しみました。ショーが終わるとこのマレーシア旅行一番の大雨でした。最初はみんなと同じように雨宿りしてましたが、性格的に待ってられないので早々に出発して全身びしょ濡れでスリア KLCC に到着しました。一応傘を使いましたが全くの無意味でした。これからツインタワーに登ります。チケットは1週間前に公式サイトで購入しました。当日現地で購入しようとするとすでに売り切れということもあるようなので事前購入がおすすめです。チケットに記載があるからだと思うんですが、ほとんどのゲストが15分前には集合します。2人以上で参加する場合、全員が揃ってからでないと列から外されてました。同じ時間に出発する人たちには同じ色のシールが配られます。ツアー中はスタッフさんから見える場所に貼って行動します。最初に空港みたいな荷物検査があります。荷物の種類によってはここで預ける必要があります。荷物と引き換えに番号札をくれるシステムでした。ツインタワーのツアーはほとんどの時間帯で15分おきに出発するんですが、稀に30分間隔が空いているところがあって、そうなると先客がいないんじゃないかと予想して、私は18時の回を予約しました。最初にツインタワーの2つの塔をつなぐ部分であるスカイブリッジを見学します。ここでは10分間のフリータイムがありました。41階、42階の空中散歩にテンションが上がります。こっちは昨日噴水ショーを見た側です。反対側にはまだ行ってないんですが、今日この後行こうと思ってます。さっき降った大雨は少し前に止んでくれたんですが、ガラスにたくさんの雫がついてしまって写真がちょっと撮りにくかったです。時間が来ると同じ色のシールをつけた人たちが集められて一緒に次の場所に移動します。次は86階のオブザベーションデッキです。全面ガラス張りになっていてクアラルンプールの街を一望できます。ツインタワーに関する展示もあります。ここでは15分間のフリータイムがありました。15分経つとまた同じグループのみんなが集められて次は83階に移動します。このツアーには飲み物がついていて、ミネラルウォーターかあったかいミルクティーのどっちかを選ぶことができました。飲み物を受け取るとき、チケットを提示する必要があったので、なくさないように要注意です。83階まで来るとタイムリミットがありません。自分の満足するまで滞在したら、各自エレベーターで下に降りてねと言われました。塔のデザインの細部を間近で見ることができるのは、ツインタワーならではだなと思いました。ふかふかの椅子もあるし、飲み物もゲットしたしということで、今日もライトアップを待つことにします。この階にはお手洗いもあるし、お土産屋さんもあるし、追加料金を払えば軽食も取れるしということで、暗くなるのを待つのはあまり苦痛ではありませんでした。ツインタワーのチケットは選ぶ時間帯によって金額が異なります。私が行った日だと18時、18時15分、18時30分のチケットが他の時間帯より20リンギット高く設定されてました。ツインタワーは昼間も美しいですが、ライトアップされた姿は特に素晴らしいなと思います。最後、エレベーターに乗る直前にもう一つの塔がとても綺麗に見えるポイントがありました。下に降りるエレベーターは一度に全員乗れなくて少し待ちました。ツインタワーにはトータル2時間滞在しました。20時から始まった噴水ショーを見ます。ライトアップされたツインタワーが美しすぎて、立ち位置を変えては写真や動画を何回も撮ってしまいます。すっかり遅くなりましたが、夕食を食べます。マレーシア料理が食べられるお店を選びました。ナシゴレンかミーゴレンを食べたいと思って店員さんにいろいろ聞いたんですが、とても丁寧に教えてくれました。料理を文字で説明しているこの一般的なメニュー表とは別に、観光客向けの実際こういう料理が来ますよっていう写真が大きく掲載されたファイルがあって、それがすごくわかりやすかったです。で、このミーゴレンがめちゃくちゃ美味しかったです。シーフードがゴロゴロ入ってました。注文するとき店員さんにちょっと辛いかもって言われたけど、ちょうどいい辛さでした。夕食後はさっき噴水ショーを見たのとは反対側に出てきました。こっち側から見るツインタワーも美しくて最高です。たくさんの人がなんとかタワーの全容を収めようと一生懸命写真を撮ってました。ツインタワーが綺麗すぎて何度も振り返ってしまいます。サロマリンクという歩道橋を通って電車の駅に向かいます。イルミネーションがコロコロ変わります。ツインタワーは少し離れてみても圧倒的なオーラがあります。マレーシア最終日の朝はせっかくなのでマレーシアらしいものを食べに行きたいと思います。そのレストランに向かうついでにチャイナタウンを散策します。ウォールアートが有名なこの場所はてっきり何時に来てもいいもんだと思ってたんですが、9時にならないとゲートが開かないみたいです。
オープン前にお目当てのお店に到着しましたが、番号札を取ったらすでに9番目でした。オープンの7時半直前には20人くらいが店の前で待機してました。もともとコピっていうコーヒーを注文しようかなと思ってたんですが、このお店の看板メニューであるティーとコーヒーをミックスしたこの飲み物が一番人気と聞いたので、これに変えました。ふわふわのパンにカヤジャムという緑の甘いペーストを塗って食べます。以前シンガポールでも食べたことがあるんですが、好きな味です。このお店は大人気でオープン直後すぐ満席になりましたが、見た感じ回転率は良さそうでした。歴史あるヒンドゥー教寺院を見学します。これを見てタイで見たピンクのガネーシャの巨大な像を思い出しました。熱心にお祈りされている方が多かったので、サクッと見学を済ませて、次はすぐ近くにある中国寺院です。中は撮影禁止でしたが、赤を基調とした華やかな中国らしい建築デザインでした。空港に行くにはまだ早いので、最後にムルデカ広場のあたりを散策します。昼間は観光客であふれるこのエリアも朝早くなら落ち着いた雰囲気です。前回来た時は暗かったので、やっと明るい中でアイラブクアラルンプールのモニュメントが見れました。広場の周りをぐるっと一周してみます。個人的な話になりますが、ここ数年はヨーロッパを旅する機会が多くて、大航海時代の歴史を支配した側の視点で見ることが多かったんですが、今回は支配された側の歴史に触れることで新しい見え方がありました。支配の歴史そのものを肯定することはできませんが、異なる文化が交わる中で独自の文化が生まれていったのも事実で、マレーシアが多民族国家だと言われる理由を実感しました。スルタン・アブドゥル・サマドビルの敷地内にも入ってみます。朝は観光客が少なくて静かな時間を過ごすことができます。ウェディングフォトの撮影が行われてました。さっき閉まっていたチャイナタウンのウォールアートを見に戻ってきました。1960年代のチャイナタウンの日常が描かれているそうです。ホテルで荷物をピックアップして KL セントラル駅から KLIA エクスプレスに乗って空港に直行します。図らずもここにオリエンタルコピというマレーシアの人気レストランがあったので、ここでランチを取ることにしました。フライドチキンが乗ったビーフンを注文しましたが、旅の締めに美味しいものが食べられて幸せでした。久しぶりの海外一人旅が無事に終わってほっとしてます。マレーシアいい国でした。